着してください。携帯について割る。
それもそれやな。でニラをボンとして混ぜ合わせてThursday. 「
やっぱ油が飛んでやれってお前。中身いるわ。ヒートってんのかなこれ。からのレスキューと思います。合わせたところでまたレスキュー。今週は先週冒頭にお話しした通り、予算を取っ払ってね、自分をいたわることにフォーカスして生活をしてきました。と言ってもね、大きく予算を超過することなく過ごせたあたりは、日頃の節約への意識が無意識的に働いていて、ちゃんと習慣づいてるんだなというのを身をもって体験できて、少し嬉しい気持ちもありつつ、予算をね取っ払ってでもって言ってた割に大きく超過をしなかったので、なんかちょっともどかしい気持ちもありつつ、複雑な心境ですね。じゃあ今週はその自分をいたわると言って具体的に何をしたのかというところをね、話していこうかなと思っています。まず1個目、自分のやりたいと思ってたことをやるということですね。今週月曜日やりたいことを横浜でやってきました。何かというと、サウナを浴びてきた後、海を見ながらビールを飲むということですね。いいもんですね。海を見ながら日が沈みゆく赤く染まる空をね見ながら黒ラベルを飲む。これが大人流のスーパー銭湯の楽しみ方なんかっていうのをね、しみじみ感じました。それがね、1個目になります。2個目としては、生活習慣をね、少し変えました。今まで休みの日とかはもうこの時間ね、寝ていたんですよ。10時ぐらい寝てたのかな。で、最近、暖かくなってきて、風呂上がりの時間ね、体温が下がってきて眠たくなるまで、時間がね、できてきたので、平日ね、仕事行ってる時と、なるべく大きく変わらない時間で寝るように心がけました。具体的にはだいたい1時間、行っても2時間以内って感じですね。早く寝るとしても1時間半早く寝るぐらいで収めるようにと心がけました。その結果ね、今週はね、しっかり寝れた日が多く取れました。そこに補助という形で、いつも飲んでるサプリメントであったりとか、栄養ドリンクとかもね、プラスしたので、おかげさまで、しっかりとね、精神的な部分も回復させることができました。こうして回復はしてきたので、あとね、旅まで1ヶ月、大きく体調を崩すことなく、健康体でね、当日を迎え撃ちたいなというふうに思っています。自分も温泉上がりやサウナ上がりにビール飲みてーと思った方は、ぜひチャンネル登録お願いします。今週もご視聴いただきありがとうございました。おつかみ。